私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、幸せな人々とそうでない人々の明確な違いについてお話しします。この話は、幸せになるためにとても重要なポイントであり、私自身が実感として感じていることでもあります。幸せになりたいと願いながら、現在は幸せでないと感じている方にお伝えしたい内容です。長い間私がしていた誤解についてお話ししましょう。この社会には、立派な家に住み、豪華な車に乗り、欲しいものを何でも手に入れることができるほど経済的に恵まれ、健康にも恵まれた人がいます。しかし一方で、生まれつきの身体の障害や、経済的な貧困により、日々の生活に困窮している人々もいます。かつての私は、前者のグループの人々は間違いなく幸せで、後者の人々は幸せになることはない、と信じていました。しかし、年齢を重ねるにつれて、様々な人々との出会いから、その考えが正しいわけではないと気づかされました。外から見て羨ましいと思えるような人たちが、不満を抱え、幸せを感じていないことがある一方で、この人は大変だろうと気の毒に思われる人が、笑顔で充実した生活を送り、幸せを感じているのです。この違いは一体何なのかと不思議に思ったこともありましたが、今ではその理由を理解し、なるほどと納得するに至りました。幸せか不幸かは、外から見えるものだけではなく、それぞれの内面にかかっていると感じています。可能であれば、身体的にも健康であり、経済的にも恵まれ、お金の心配をせずに生活できる方が良いでしょう。しかし、周囲の人々を観察してみると、これらの条件が人を幸福にするわけではない、ということが明らかになります。それよりも重要なのは、何を見るかということです。私たちはよく、似たような生活環境にいると、皆が同じ世界を見ていると考えがちです。しかし、実際にはそうではありません。たとえ同じ家に住む家族であっても、それぞれが見ている世界は異なります。その理由は、人はそれぞれ異なる視点や解釈で、出来事や物事を認識しているからです。人それぞれが異なる眼鏡をかけて世界を見ている、と例えることができるでしょう。眼鏡は子によって異なるため、見えるものも微妙に変わります。全く異なる眼鏡をかけている場合、同じものでも全く違うものに見えることもあるのです。この眼鏡は、その人の経験、価値観、性格、感情、教育、文化的背景などによって大きく影響され、それによって世界の見え方が変わるのです。日々の生活の中で、私たちは様々な出来事を、これは良いことだとか、これは悪いことだとラベル付けしています。しかし、実際には物事や出来事そのものには、良いも悪いもありません。それを良いか悪いかと判断するのは、私たち自身です。全く同じ出来事も、ある人にとっては幸運かもしれませんが、別の人にとっては不運かもしれません。これはすべて個人の解釈次第なのです。例えば、結婚できないことを嘆く人がいます。独り身でいることが寂しく、不幸だと感じているのです。そのため、結婚すれば幸せになれる、と信じているのでしょう。しかしながら、結婚すれば、最初の喜びはすぐに薄れ、今度は結婚して自由がなくなったと不満を抱えるようになります。子供が生まれた後には、子供のせいで自分の夢が叶わなくなったと感じ、自己犠牲を強いられていると欲求不満を募らせるのです。このような解釈をしていると、客観的に見て恵まれた状況であっても、幸せを感じることは難しいです。何事もマイナス面ばかりに注目して生きていれば、幸福感は遠のくばかりでしょう。しかし、同じ状況でも幸せを感じることができる人もいます。独身の時は自由を楽しみ、
結婚すればパートナーとの共有を喜び、子供が生まれれば、その賑やかさを楽しむことができる人たちです。同じ経験をしていても、物事のプラス面に焦点を当てるか、マイナス面に焦点を当てるか、どのように解釈するかによって、感じ方は全く異なります。幸福度は、物事をどの側面から見るか、どのように解釈するかだけでも、大きく変わってくるものです。不満が多く、常にイライラしていると感じるなら、もしかしたら、物事や出来事のネガティブな側面ばかりに、目を向けているのかもしれません。ネガティブな面が確かに存在することは否定しませんし、それがあなたにとってのマイナス面であることも理解できます。しかし、マイナス面ばかりでなく、プラス面も必ず存在します。この世の中には、マイナスだけ、あるいはプラスだけのものは存在しないのですから、もしプラスの側面にも目を向けることができれば、感じ方も大きく変わってくるでしょう。今まで自分は不運だと感じていたとしても、あれ、こんなに良いこともあったんだ。思っていたほど悪いことばかりではなかったと気づくことができるでしょう。今までマイナス面ばかりに注目し、否定的な見方をしていた人が、急にプラス面に目を向けるのは容易ではありません。でも、練習次第でできるようになるものです。では、ネガティブな面ばかりに焦点を当てるのをやめ、プラス面にも目を向けるには、どうすればよいのでしょうか。私が尊敬する斉藤ひとり先生によると、天国言葉を使うことが効果的です。天国言葉とは具体的に愛しています。ついてる。嬉しい。楽しい。感謝しています。幸せ。ありがとう。許しますの8つです。つまり、ポジティブな言葉をたくさん使うことが大切なのです。言葉は、私たちに想像以上に大きな影響を及ぼします。ポジティブな言葉を多く使うことで、ポジティブな面が見えやすくなり、ポジティブな解釈もしやすくなります。まずは、天国言葉を習慣的に唱えてみると良いでしょう。心の内ではそう思えなくても、とにかく唱え続けるのです。これを継続することで、そのうちに感じ方や見え方が大きく変わってくるでしょう。私自身もかつてはネガティブな解釈をすることが多かったです。ネガティブな言葉を使っていることに気づかない時期もありました。しかし、今は以前よりもネガティブな言葉を減らすことができ、そのおかげで明るい光が見えるようになったと感じています。100% ネガティブをなくすことは難しいかもしれませんし、その必要はありません。なぜなら、ネガティブなことも実際には存在するからです。マイナス面を否定する必要はありませんし、背を向ける必要もありませんが、ただ、マイナス面にフォーカスすることを少しでも減らしてみれば、それだけでも変化を感じることができるでしょう。幸せとは結局、自分の心が作り出すものです。私たちが日々見ている現実は、自分の幸せに大きく影響していると言えるでしょう。そして、私たちをのおのが見る現実は、自分がかけている心のフィルター、つまり心のメガネが決め手になります。物事のプラス面を見るか、マイナス面を見るかは、人の幸福度に大きな違いをもたらします。ネガティブな面ばかりに焦点を当て、ネガティブな解釈ばかりしていると、幸せからは遠ざかってしまいます。逆に、ポジティブな面にも目を向け、ポジティブな解釈ができれば、幸せを感じる時間も自然と長くなるでしょう。ネガティブを否定するのではなく、ネガティブに偏らず、ポジティブな面にも目を向けることで、バランスを取ると良いでしょう。そのためには、これまでネガティブなことばかりに心が偏りがちだった人は、自分の言葉に注意し、意識してポジティブな言葉を使うようにしましょう。これを継続することで、自然とポジティブな面がより見やすくなり、幸福感も増していくはずです。そして、これまでよりも長い時間を幸せな気持ちで過ごしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。
応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。